前回の最高速チャレンジではブローという結果で終わり早2ヶ月。現状の仕様では限界を感じた我々は電気系統を違うものに交換し、ツインインジェクター仕様へと大幅に改造した ZX4R を今回の最高速チャレンジに持ち込んだ。シャーシダイナモで測定した馬力は126馬力と前回よりも低い。だが現状の問題は最高値の馬力まで回す前にブローしてしまうことにあるため、今回は上まで回せる仕様で時速300キロを目指す。初っ端レインモードで行くんですか？書いたよ。ただ一番抑えたところから行くよ。 OK です。普通に開けてきちゃっていいんですか、ライダー側は？まあそれしかないよな。了解です。ただまあ早めにちょっともう開け続けるんじゃなくてもある程度のところでも一旦やめるか。ああ、了解です。ついに運命の最高速チャレンジがスタート。果たしてその結果は？一周行くまでが結構ダメージいくよな。そうですね。ちょっと心配よな。シフトダウンも怖えんだよな。なんと1走行目から過去最高の時速292キロを記録した。あれ速いとか思いながら290キロぐらいになってからやっとこう重さがなり始めて、頭もないし270キロぴったり、だいたい予想通りで。さてちょっとじゃあマップ今のが一番もう2段階一応まあ次を行ってみて様子見って感じですかね。500まで回せば285はいくし、15000いってれば295まで実測で出る。じゃあそっちの方がいいかな。一応じゃあ伸ばすか。スプロケットを1丁ロングに変更、 F マップも2つ目のマップに変更し、さらなる最高速を狙う。1回目踏まえてどんな感じで変えたんですか、セッティング？セッティングは、まあ予定通りマップを変えて、今のはすごい安牌な、壊れないだろう、みたいなマップがあって、まあ、今回ブーストを触らずにちょっとマップの方で方向性を探ろうかなっていう。今ちょっと年長を合わせたりっていうのが時間的にも難しいので、ブースト上げちゃうとまた燃料の問題が出ちゃうから、
まあ、絶対壊れないだろうっていう燃料設定にしてきてるので、2つ目のマップで少し走らせて。さっきのが乗ってましたね。ちょっと滑ったクラッチが、もう滑って、さすがに2本はダメね。いいところでいいって言っちゃったもんな。クラッチには特別異常は見えないが、全て交換をすることに。焼けてる感じじゃねえな。チャレンジ終了時間まであまり時間がない。42分です。メカニックに焦りが見えてきた。おそらく時間的にも次が最後のチャレンジ。記録更新なるか。目標の時速300キロには届かなかったが、前回を大きく上回る結果に。最後のチャレンジで車両の異変を感じた山本氏。リアから来てるなって感じですね。この辺が動くんですけど、リアから結構よれたような感じで。マジでスインガム作るスインガム作る。車体の揺れが大きく、その抵抗で最後スピードが伸び悩んだとのこと。まだまだ改善の余地がありそうだ。まあ299無理か。寂しいぜ。帰りの車内にね。今日の結果についていかがですか？良かったと思いますよ、すごく。大前提前回やっぱ壊れてるし、記録を出す前に終わっちゃってるんで、それが3アタックして壊れずに帰ってこれたっていうのはすごいでかい収穫だなって。結構じゃあもうセッティングの方向性が良かったっていう。セッティング、ここに来るまでに帰ってきたものが正解だったっていう感じかな。あとは記録的にもね、打
ちゃけ今回ここまで出せるとは思ってなかったんで295社長にも LINE でこう、今292キロ93キロくらい滑りましたと送ったけど、割と一発目の292のところはなんかおってなんか嬉しそうな感じだったんで、反応がなんでそこにも満足はしてるけど、やっぱ壁っていうのは感じるかな。まあ、今回でいくとやっぱ車体的なプラレが出てきて、それが抵抗になってるっていうのは感じてるし、まあステージが1個上がったっていうのはからこそ、まあそういう新しい問題が出てきたのかなっていう。あとは2回目のところではやっぱクラッチが滑ったりとかも出ちゃってるんで、クリアしないとちょっと次の299300キロっていうのは達成できないのかなっていう気はしますね。そっからの重たさはやっぱ感じてるから、まあ、ターボの時のなんか250みたいな250キロみたいな壁はやっぱあるっすよね。メーター250キロの壁があったのと一緒で、まあ馬力は上げようと思えば上げれるけど、まあそれ以外のところをもうちょっと見直さないと、クラッチが結局持たないから。まあまあ295の振れ方やばい振れ方してる。やばいの。やばいっす。こんなんなってて難しいとこだね。空力も入っちゃうしな。まあでも今回はその予想以上というか、自分が思ってる以上の結果を出しながら壊れずに来れたっていうのは超大進歩かなって。そうですね。それに尽きる。だからめちゃくちゃ今回の結果満足してるし、次に向けて